ゆっくり解説、ネタバレ厳禁、鳥肌ものの伏線回収、おすすめフーダニット映画重選。皆さん、こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は待ちに待ったネタバレ厳禁鳥肌ものの伏線回収。おすすめフーダニット映画10選をお届けするぜ。フーダニット映画って、本当に面白いわよね。誰が犯人なのか、最後の最後までわからないドキドキ感。そして見事に騙された時の快感がたまらないわ。だよな。巧妙な伏線、衝撃のどんでん返し。今回も、そんな魅力がぐっと詰まった作品ばかりを厳選したぜ。もちろん、ネタバレ厳禁で確信には触れずに紹介するから安心してくれ。特に今回はワイルドシングスがお好きな方にはたまらない。あっと驚く展開の作品が目白押しって聞いたわよ。その通り、きっとあなたも騙される、最高の10本だ。それじゃあ、早速ランキングを見ていこうぜ。第10位、ファイトクラブ、1999年。マリサ、ファイトクラブって、すごく有名な映画だよね。でも、どんな話なの？この映画は一見、ただの暴力映画に見えるかもしれないけど、実は深いテーマが隠されているんだぜ。主人公は、過剰な消費社会に疲れ切ったサラリーマンで、日々不眠症に悩まされているんだ。でも、ある日、タイラー・ダーデンっていう男と出会って、その後、二人でファイトクラブを作ることになるんだぜ。ファイトクラブ？それって、暴力で何かを解決しようとするクラブなの？そうだぜ。ファイトクラブは、男性たちが集まって暴力を通じて自己を解放する場所だ。最初はそれで満たされていた男たちが、だんだんと過激になっていくんだ。でも、この映画の本当の衝撃は、物語の最後に待っているんだぜ。最後に衝撃的な展開があるんだ。それって、どんな展開？映画の途中で、タイラー・ダーデンの正体がどんどん怪しくなってくるんだ。そして、物語の終盤で明かされる真実は、観客の予想を完全に裏切る。ファイトクラブは、ただの暴力映画ではなく、自己認識や社会に対する反発、そして内面的な暴力のテーマを鋭く描いているんだよ。それってすごい。でも、タイラーって本当に存在している人物なの？実は、その秘密は映画を見てからのお楽しみだぜ。結末を知らないで見ると、本当に驚くから、ぜひ最後まで見てほしい。そんなに驚く結末が待っているなんて。ますます気になる。暴力を通じて解放されるって、どんな感じなんだろうね。第9位、ボデイダブル、1984年。第9位は、エロティックサスペンスの巨匠、ブライアン・デ・パルマ監督が1984年に放った問題作、ボデイダブルだ。ボデイダブルでパルマ監督作品ね。なんだかタイトルからして、もうすでに怪しい雰囲気がプンプンするわ。エロティックサスペンスって言うと、ちょっと大人向けな感じかしら？その通りだ。兵所恐怖症の売れない俳優ジェイクが、ひょんなことから豪華な部屋に仮住まいすることになるんだが、そこから向かいの部屋に住む美女を覗き見るようになる。そしてある日、その美女が殺害されるのを目撃してしまうんだ。しかし、そこには巧妙な罠が仕掛けられていて、という、まさにデパルマらしい盗作的でスリリングな物語だぜ。覗き見に殺人事件の目撃。聞いているだけでハラハラするわね。フーダニットとしてのポイントは、やっぱりその罠の部分になるのかしら？まさにそうだ。この映画はアルフレッド・ヒッチコック監督の裏窓やめまいへのオマージュに満ちているんだが、それをデパルマ流に過激かつスタイリッシュに昇華させている。主人公が見たものは本当に真実なのか？誰が、何のために、彼を罠にかけようとしているのか？次から次へと疑問が湧いてきて、観客は主人公と一緒に混乱し、翻弄されることになるんだ。ボディダブルっていうタイトルも、すごく意味深よね。替え玉とか代役ってことでしょう？それがどう物語に絡んでくるのか、すごく気になるわ。そのタイトルこそが、この映画最大のトリックのヒントになっていると言っても過言じゃないな。何が本物で、何が偽物なのか。誰が誰を演じているのか。でパルマ監督お得意のスローモーションや分割スクリーンといった映像テクニックも駆使されていて、
見る者を幻惑するような映像美も必見だ。エロチックな要素と背徳的なスリル、そして鮮やかなどんでん返し。これぞ大人のためのフーダニットって感じだな。見終わった後、タイトルの意味を噛み締めてうなること間違いなしだぜ。なるほど。見ているものが信じられなくなるような、まさに映像の魔術師でパルマ監督ならではの作品なのね。これは真相を知った時の衝撃が大きそう。第9位、期待が高まるわ。第8位、ナイブズアウト、名探偵と刃の館の秘密、2019年。第8位は、比較的新しい作品ですね。ナイブズアウト名探偵と刃の館の秘密です。2019年公開、ライアン・ジョンソン監督の作品です。アガサ・クリスティ作品を彷彿とさせる、現代版の本格ミステリーといった趣の作品ですね。舞台は、莫大な資産を持つ有名なミステリー作家、ハーラン・スロンビーの豪邸だ。彼の85歳の誕生日パーティーの翌朝、ハーランが遺体で発見されるところから物語は始まるんだぜ。警察の捜査が始まるんですが、そこに現れるのが、ダニエル・クレイグ演じる私立探偵のブノワ・ブランです。彼は、事件には何か裏があると見て、一癖も二癖もあるハーランの家族や関係者たち、一人一人から聞き込みを始めるんです。この家族がまた強烈な連中ばかりでな。みんな金のことしか考えてないような奴らで、誰が犯人でもおかしくないように見えるんだぜ。皮肉やユーモアも満載で、見ていて飽きさせないんだ。そうなんです。豪華キャスト演じるキャラクターたちが皆怪しく見えて、観客も一体誰が犯人なんだろうと推理しながら楽しめるのがこの映画の醍醐味です。ただの犯人探しではなく、現代社会の問題なんかも織り交ぜながら描かれているのが特徴ですね。そして、この作品をランキングに入れた決め手。それが、ブノワ・ブランの捜査が進むにつれて明らかになる、予想だにしないどんでん返しの連続だ。一見、犯人が分かったように見えても、そこからさらに2点3点するんだぜ。まさにこれぞミステリー、と膝を打つような見事な伏線回収と、驚きの真実が待ち受けています。最後の最後まで気が抜けない展開は、どんでん返し映画ファンにはたまらないはずです。最近のミステリー映画で、これほど見事などんでん返しを体験できる作品も珍しいぜ。未見の人は、ぜひこの騙されっぷりを味わってほしいな。第7位、インサイドマン、2006年。第7位は、社会派監督スパイク・リーがメガホンを取ったクライムサスペンスの傑作、インサイドマンだ。インサイドマン、スパイク・リー監督の作品なのね。彼がフーダニットを手掛けるなんて、ちょっと意外な感じもするけど、すごく面白そう。これがまた一筋縄ではいかない、非常に巧妙な強盗計画を描いた作品なんだぜ。物語は、白昼堂々マンハッタンの銀行が武装集団に襲撃されるところから始まる。犯人グループは人質を取り立てこもるんだが、その要求も行動もどこか奇妙で、警察を翻弄する。指揮を執る交渉人フレイジャーと、犯人グループのリーダーであるダルトンとの間で、緊迫した頭脳戦が繰り広げられるんだ。銀行強盗もののサスペンスって、手に汗握る展開が多いわよね。この映画のフーダニット的な魅力は、やっぱり犯人の目的や正体、そしてその計画の全貌がなかなか見えないところかしら？その通りだ。犯人たちはなぜこの銀行を狙ったのか？彼らの本当の目的は何なのか？そして、タイトルのインサイドマン内部の協力者は存在するのか？それとも別の意味があるのか？観客はフレイジャー刑事と一緒に、パズルのピースを一つ一つ集めていくような感覚で、事件の真相に迫っていくことになる。デンゼル・ワシントン演じる交渉人、クライブ・オーウェン演じる知的な犯人リーダー、そしてジョディ・フォスター演じる謎の女弁護士。この三人の思惑が複雑に絡み合い、物語は予測不可能な方向へ進んでいくんだぜ。聞いているだけでワクワクするわ。ただのドンパチじゃなくて、知的な駆け引きがメインなのね。スパイク・リー監督らしい、社会的なメッセージも込められていたりするのかしら？鋭いな、レイム。単なるエンターテイメントに止まらず、人種問題や権力構造といったテーマも巧みに織り込まれているあたりは、さすがスパイク・リー監督だ。そして、
何よりもラストに明かされる完全犯罪の真相には、あっと驚かされること間違いなしだ。見事に張り巡らされた伏線と、鮮やかな結末。この巧妙さは、フーダニット好きにはたまらないだろうな。だからこその第7位だ。知的なゲームと社会派ドラマが融合した、奥深い作品なのね。これはじっくりと見て、犯人たちの手の内を推理したくなるわね。第6位、鑑定士と顔のない依頼人、2013年。第6位は、イタリアの巨匠ジュゼッペ・トルナトーレ監督が2013年に発表した、美しくも切ないミステリーロマン、鑑定士と顔のない依頼人だ。鑑定士と顔のない依頼人。トルナトーレ監督といえば、ニューシネマパラダイスの監督よね。彼がミステリーを撮るなんて、すごく芸術的で深みのある作品になっていそう。その通り、映像美と音楽の素晴らしさは折り紙付きだぜ。物語の主人公は、ジェフリー・ラッシュ演じる一流の美術鑑定士バージル・オールドマン。彼は類稀なる審美眼を持つ一方で、潔癖症で他人と深く関わることを避けて生きているんだ。そんな彼のもとに、ある日、姿を一切見せない謎の女性から、両親の残した美術品の鑑定依頼が舞い込む。屋敷に引きこもり、決して姿を現そうとしない依頼人に、バージルは次第に心を惹かれていくんだが、顔のない依頼人。なんてミステリアスなの。鑑定士と、姿を見せない依頼人との奇妙な関係。それだけで興味をそそられるわ。フーダニットとしての魅力は、その依頼人の正体や目的、そして二人の関係の行方ってことになるのかしら？まさにそうだ。依頼人の女性は本当に存在するのか？なぜ姿を隠すのか？彼女の屋敷で見つかる奇妙な機械の部品は何を意味するのか？バージルは、まるで一枚の絵画の謎を解き明かすように、少しずつ彼女の秘密に近づいていく。しかし、そこには巧妙に仕掛けられた罠と、予想もできない真実が待っているんだ。観客はバージルと共に、美しい美術品に彩られた世界で、愛と欺瞞、本物と偽物が交錯するミステリーに迷い込むのです。美術品が重要なモチーフになっているのも、鑑定士が主人公ならではね。もしかして、美術品に関する知識が、謎を解く鍵になったりするのかしら？美術品そのものが直接的なトリックになっているわけではないが、物語全体を覆う本物か偽物かというテーマと、深く結びついているんだ。何が真実で、何が虚構なのか。主人公の鑑定眼をもってしても見破れない、巧妙な仕掛けがこの映画の核心だ。エンニオ・モリコーネの音楽も素晴らしく、ミステリアスでロマンティックな雰囲気を一層高めている。切なくも衝撃的なラストは、見る者の心に深い余韻を残すだろうぜ。これは、大人のための上質なミステリーだ。美しさと謎、そして切なさが同居する作品なのね。騙されることすら芸術的に感じてしまいそう。第6位、これは心してみないとね。第5位、ミスティックリバー、2003年。第5位にランクインしたのは、巨匠クリント・イーストウッド監督作品ミスティックリバーです。2003年公開。ショーン・ペン、ティム・ロビンス、ケビン・ベーコンといった名優たちが顔を揃えた、骨太な人間ドラマであり、凄惨なミステリーです。物語は、ボストンの下町で育った3人の少年たちの、忘れられない過去の出来事から始まるんだ。そして数十年後、父親になったジミー、容疑者となるデイブ、そして刑事になったショーンは、ある悲劇的な事件によって再び引き合わされるんだぜ。その悲劇というのが、ジミーの娘の殺人事件です。ショーンは捜査を担当し、デイブはその夜の不可解な行動から疑念を抱かれます。過去の因縁と現在の事件が複雑に絡み合い、登場人物たちの心の闇が炙り出されていきます。子供時代のトラウマ、友情、そして家族への愛情、重く、やるせないテーマがこれでもかと描かれていて、見ていて胸が締め付けられるんだぜ。役者たちの鬼気迫る演技も本当に素晴らしいんだ。そしてこの作品の凄さは、単なる犯人宛てのミステリーで終わらないところです。事件の真相が明らかになった時、それは同時に、登場人物たちの人生、そして観客の心にも、拭い去ることのできない深い傷跡を残します。そう、
この映画のどんでん返しは、派手な仕掛けというよりは、人間の業や運命の残酷さといった、根源的な部分に迫るものなんだ。見終わった後も、ずっしりと心に残る衝撃があるぜ。避けられない悲劇と、それに翻弄される人々の姿を描いた、まさに傑作と言えるでしょう。この映画が提起する問いかけは、見る者に重く響くはずです。ミスティックリバーが第5位でした。これは本当に考えさせられる一本だぜ。第4位、アイデンティティ、2003年。マリサ、アイデンティティって映画、タイトルが気になるけど、どんな話なの？この映画、最初は単なるサスペンススリラーに見えるけど、実は非常に深い心理的なテーマが隠れてるんだぜ。物語は、大雨で孤立したモーテルに集まった10人の男女が、次々と殺されるという、典型的な誰が犯人かわからないパターンから始まるんだ。それ、すごくドキドキする展開だね。でも、最初から登場人物全員が怪しくて、犯人がわからないのが辛いよ。その気持ち、よくわかるぜ。でも、この映画の本当の面白さは、誰が犯人かを追い詰めていく過程にあるんだ。次第に、モーテルの人々の間でどんどん疑念が高まり、犯人の予測ができなくなる。観客も一緒に真相を追う感じで、ハラハラする展開が続くんだ。途中で犯人がわからなくなっちゃう感じだね。でも、最終的には謎が解けるんだよね？その通りだぜ。でも、この映画の一番の衝撃は、ラストで明かされる真実だ。実は、モーテルで起きている事件自体が、ある人物の精神状態と深く関係しているんだ。どういうこと？事件の真相はそれだけじゃないってこと？実は、これらの殺人事件やモーテルでの出来事は、すべてある人物の幻覚なんだ。映画のクライマックスで、その人物の正体が明かされるんだが、なんとそれは物語の中心にいた人物の、精神的な崩壊が原因だったんだぜ。つまり、モーテルの事件はその人物の中で起きている、現実の歪みなんだね。それって、かなりショックな展開だね。その通りだぜ。実は、映画のラストで明かされるのは、その人物が複数の人格を持っていたという事実なんだ。事件が進行するにつれて、観客はその人物が一体誰なのか、どのようにして事件が起こったのかを探し続けることになるんだ。わあ、それは本当に衝撃的だね。映画が終わった後も、色々と考えさせられる結末になってるんだね。そうだぜ。アイデンティティは、単なるサスペンス映画にとどまらず、心理的な要素が強く絡んでいるから、見るたびに新しい発見があるんだ。最初はただのスリラーだと思って見ていても、ラストでそれが全く違う意味を持つことに気づかされるんだよ。第3位、ゴーンガール、2014年。第3位にランクインしたのは、デビッド・フィンチャー監督の戦慄のミステリースリラー、ゴーンガールです。2014年公開。ベン・アフレックとロザムンド・パイクが主演を務めた、結婚の恐ろしさを描いた傑作ですね。物語は、結婚5周年の記念日の朝、夫のニックが自宅に戻ると、妻のエイミーが忽然と姿を消していたことから始まるんだ。部屋には争った形跡があり、ニックに妻殺しの疑惑の目が向けられるんだぜ。メディアは過熱し、世間はニックを怪しい夫として激しくバッシングします。ニックは潔白を主張しますが、次々と明らかになる彼の不倫の事実や、エイミーの日記に綴られた彼の DV を疑わせる記述によって、状況はどんどん不利になっていきます。観客も最初は、一体、エイミーに何があったんだ？ニックは本当にやってないのか？って、ハラハラしながら真相を追っていくんだよな。フィンチャー監督らしいスタイリッシュな映像と、先の読めない展開に引き込まれるぜ。ですが、この作品の真骨頂は、物語の中盤で訪れる、あまりにも衝撃的などんでん返しです。それまで見ていた世界が、ガラガラと音を立てて崩れ去る感覚を味わうことになります。そうなんだ。てっきり行方不明事件かと思って見ていたら、全く予想もしなかった方向へ物語が急展開するんだぜ。特に、ロザムンド・パイク演じるエイミーの恐ろしさは、筆舌に尽くしがたいものがある。彼女の計画性や、隠された本性が明らかになった時の、
ゾッとする感覚は忘れられないな。ここから先は多くを語れませんが、この作品が描くのは、結婚という関係の甘さの裏に潜む深い闇と、人間の持つ悪意や狂気です。どんでん返しによって、誰が善人で誰が悪人なのか、その境界線が曖昧になり、見る者に強烈な不信感を植え付けます。最高の皮肉と、最悪の現実が織りなす衝撃の結末。これはもう、すごいとしか言いようがないぜ。夫婦や人間関係の闇を覗き見たい奴は、絶対に見るべきだ。ゴーンガールが第3位でした。後味の悪さも含めて、忘れられない一本となるでしょう。第2位、ユージュアルサスペクツ、1995年。さあ、ついに来たぜ、第2位。これはもう、どんでん返し映画を語る上で絶対に外せない、金字塔と言える一本だ。衝撃のどんでん返し映画ランキング、栄光の第2位に輝いたのは、第2位にランクインしたのは、ブライアン・シンガー監督の傑作クライムサスペンス、ユージュアルサスペクツです。1995年公開。この映画のラストシーンは、その後の多くの作品に影響を与えた、まさに伝説となりました。物語の始まりは、麻薬絡みの密輸船爆破事件。その唯一の生存者、バーバル・キントが、尋問に当たる刑事に対し、事件に関わった怪しげな犯罪者たちのことを話し出すんだ。話の中心となるのは、彼を含めた5人の常連容疑者たち。そして、彼らを陰で操る、誰もその正体を見たことがないという謎の犯罪王、カイザー・ソゼの存在です。カイザー・ソゼ。その名を聞くだけで誰もが震え上がる。まさに悪魔的な黒幕だ。バーバルの語りを通して、少しずつその恐ろしい輪郭が見えてくる。かと思いきや、この映画の最大の魅力は、観客がバーバルの語りに完全に引き込まれ、彼の言葉を信じようとする心理を巧みに利用した、見事なミスリードにあります。そして、物語のクライマックスに明かされる、戦慄の真実だ。刑事の部屋の何気ないものが、それまでバーバルが語った全てを覆す。あの瞬間は、本当に頭の中が真っ白になるぜ。彼の足の引きずり方、壁に貼られた掲示物、手にしたコーヒーカップ、それら全てが計算され尽くした伏線だったと気づいた時の、あのゾッとする感覚。これぞどんでん返しです。完全に騙された。観客も、そして物語の中の刑事も、バーバルの巧妙な手のひらの上で踊らされていたんだ。これほどの衝撃と完璧な構成力を持った映画は、後にも先にもそう多くはないかもしれないな。ユージュアルサスペクツ、どんでん返し映画の金字塔として、納得の第2位です。この衝撃を体験せずして、どんでん返し映画は語れません。第1位、ワイルドシングス、1998年。我々が選ぶフーダニット映画の頂点、第1位は、1998年に公開され、そのあまりにも大胆不敵なプロットと、観客を嘲笑うかのような、怒涛のどんでん返しの連続で、カルト的な人気を誇るエロティックスリラー、ジョン・マクノートン監督作品、ワイルドシングスだ。現代もそのまま、ワイルドシングスだな。この映画は R15 指定だぜ。ワイルドシングス、きたー。これぞまさに、予測不可能な展開の連続で、見る者の脳を揺さぶりまくる問題作よね。フロリダの高級住宅街を舞台に、イケメン高校教師サム・ロンバード、マット・ディロンが、不良っぽい美少女生徒ケリー、デニース・リチャーズからレイプで告発されるところから物語が始まるのよね。最初は、よくある学園スリラーか、あるいは教師の破滅を描く社会派ドラマかと思ったんだけど、そこがこの映画の最初の罠だ。告発はセンセーショナルに扱われ、サムは窮地に立たされる。しかし、裁判が始まると事態は一変。もう一人の女性とスージー、ネイブ・キャンベルが、実はケリーの告発は嘘で、自分もその狂言に加担させられたと証言するんだ。これでサムは無罪放免、めでたしめでたし、と。普通の映画ならここで終わるかもしれないが、ワイルドシングスはここからが本番だぜ。そうなのよ、ここからが本当に凄まじいの。実は、サムとケリー、そしてスージーの3人は裏で繋がっていて、示談金を騙し取るための狂言だったことが明らかになるの。っ
ってスクリーンに向かって叫んじゃったわよ。でも、これで終わりじゃないのが、この映画の恐ろしいところなのよね。次から次へと裏切りが明らかになって、誰が本当の黒幕で、誰が誰を騙しているのか、もう訳がわからなくなってくるの。その通り、3人の共犯関係が成立したかと思いきや、今度はその3人の間で金の奪い合いと殺し合いが始まる。そして、この事件を執拗に捜査するレイ・デュケイン刑事、ケビン・ベーコンの存在が、さらに物語をややこしくしていくんだ。彼もまた、単なる正義感の強い刑事じゃない。彼自身もまた、この強欲なゲームのプレイヤーの一人だったりするからな。一体誰が最後の勝者になるのか、最後の最後まで全く読めない展開だ。本当にそう。誰かが死んだと思ったら、実は生きていたり、味方だと思っていた人間がとんでもない悪党だったり、もう、何でもありなのよ。しかも、この映画の本当にすごいところは、本編が終わった後のエンドロールで、さらに新たな真相が次々と映像で明かされていくという、前代未聞の構成になっていることよね。エンドロールを見終わって、初めて全てのパズルのピースがはまるというか、いや、それでもまだ騙されているんじゃないかって疑ってしまうような、まさに、騙される快感を極限まで追求したような作品だ。フーダニットというジャンルは、観客に謎を提示し、それを解き明かす知的な楽しみを提供するものが多いが、ワイルドシングスは、その常識を軽々と飛び越えて、観客を徹底的に翻弄し、煙に巻くことに快感を覚えているかのようだ。登場人物はほぼ全員が悪党で、倫理観など微塵もない。しかし、その剥き出しの欲望と、2点3点どころか5点も6点もするストーリー展開は、一度ハマると抜け出せない強烈な中毒性を持っている。これぞ第一位にふさわしい、究極のエンターテイメントだぜ。見終わった後は、頭がクラクラして、一種の疲労感すら覚えるんだけど、でも不思議と、やられたー、っていう爽快感もあるのよね。ここまで見事に騙されると、もはや清々しいというか、数あるどんでん返し映画の中でも、その手数の多さと大胆さで群を抜いているわ。文句なしの第一位、納得よ。総評またはまとめ。マリサ、フーダニット映画って、本当に引き込まれるよね。ワイルドシングスとか、ユージュアルサスペクツとか、最初は何が起きているのか全然わからなくて、見ているうちにどんどん謎が解けていく感じが面白い。そうだぜ、レイム。フーダニット映画は、最初から最後まで予測できない展開が続くから、観客を絶えず引き込む力があるんだ。特に、ゴーンがあるみたいに、キャラクターの心理戦や策略が絡むと、ますます面白くなるんだよ。確かに、映画が終わった後に、もう一度振り返ってみると、最初から全ての伏線が巧妙に繋がっていたんだって気づくんだよね。あの驚きのラストが、すごく印象に残る。まさにその通りだぜ。ワイルドシングスやユージュアルサスペクツもそうだけど、最後に全てが明かされることで、映画の魅力が倍増するんだ。どんでん返しが観客に強烈なインパクトを与えるから、忘れられない映画体験になるんだよ。本当に、フーダニット映画は一度見ると、その深さと精巧さに感心させられるね。次に見る映画が楽しみになってきたよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。